綺麗な色してるんですよね。タンの苦玉って言ってね、松川ガレー使って、5枚おろしのねやり方をね説明していこうと思います。高級ガレー、幻のカレーなんて言われてるね、結構珍しいカレーなんですけど、これと似たカレーで星ガレーっていうカレーがいるんですよ。で、星ガレーと松川ガレーの見分け方は、松川ガレーはね、ここがこうなんていうのかな、縞模様になってるじゃないですか。で、星ガレーっていうのはここがこう丸い斑点になってるんですよね。なんでそこを見ればね簡単に見分けられるかなと思いますね。はい、そしたらさばいていきます。最初に鱗取るんですけど、ヒラメと一緒でね、カレーなんかもこうすき引きって言ってね、鱗はこう包丁でねこうすいていってくださいって感じですね。でね、もしねこう包丁でやるのが手間だったら金だわしでねガーッとこすれば落ちるんで、金だわしで落としてもって感じではありますね。松川ガレーはこのね名前の由来がこの鱗が結構粗いんですよ。でなんかこれがね松の皮に見えるっていうね、松の皮に見立てて松川ガレーなんて名前がついたって言われてますね。でね、カレーとねヒラメって似てるんですけど、ヒラメっていうのは冬が旬で夏に身が痩せるんですよね。でカレーは逆で冬に産卵するんで夏にね旬を迎えるんですよね。顔がね右と左で逆で、旬も逆っていうね、ちょっと面白いんですよね。ヒラメなんかは結構夏場にね寄生虫が入ったりするんで、ただ夏場はね本当に旬のカレー食べるのがおすすめですかね。もしこのねヒレの際とか、結構やりづらいんで、ここね鱗残したくなかったらヒレはハサミで切っちゃって大丈夫なんで、最初にねこう鱗引く前にハサミで切ってですき引きしていくとやりやすいかと思いますんで。でね、ある程度まで来て、こっち側ねやりにくかったらこうやって身を返して、こっち側ねこうやってちょっと持ち上げながら引いていくと意外と引きやすいんで、こんな感じで、全体引いてってください。でね、この内臓が入ってるお腹の部分はちょっと柔らかくてやりづらいんで、こうやってねさらしとか挟んででやってあげると、比較的やりやすい。表面終わったら、裏側も、鱗引いていきますと。裏側はねこれね鱗は黄色いですけどね、ここね鱗の下の、皮は白い綺麗な色してるんですよね、松川ってこういう。そしたらこっち側も進めていきます。で鱗を落とせたら、今度ねこれね、頭と尻尾を落としていきますと。尻尾はねここにものによってねここで締めてあるんですよ。締めた跡があるんで、そこのラインで落としちゃっていいと思いますんで。で、頭を落として、内臓を抜いていきますと。カレーとかヒラメはこのヒレのねすぐ真下にこれねこの色が変わったやつ、これがねタンの苦玉って言ってね結構苦い汁が入ってんですよ。なんでこれ潰さないようにだけ気をつけて、で、頭外してくださいと。内臓を外した奥にここにね卵だとか白子が詰まってることが多いんで、これね取ってあげてくださいと。これ今回これ白子ですね。これがちっちゃな白子が入ってて、でここに血合いがあるんで、血合いにね包丁入れて、で、水でよく洗ってくださいと。で、内臓洗ったら、ここからね、5枚におろしていきます。ここの真ん中にラインがあるじゃないですか。でここに背骨があるんで、この背骨の真上を、1本包丁入れますと。で次にこのね、ここ入れなくてもいいんですけど、ここの縁側のラインを
こうやってね包丁入れますと。でね、縁側っていうのはね、このねヒレを動かす筋肉のことなんですよ。なんでこのヒレの周りについてますね。だから縁側っていうのは全部の魚についてるんですよ。全部の魚のヒレの周りについてるんですけど、こうやってね、なんていうんですかね、商品として成り立つぐらいこう取れるのは、カレイとかヒラメはこう体の周りにこうヒレが全部ついてるんで、身の周りに必ず縁側がつくんですよね。他の魚一部分しかついてないじゃないですか、ヒレが。なんでこう商品として売り出せるほど縁側が取れないっていうだけで、縁側自体はどの魚にもついてるんですよね。5枚おろしはちょっと人によって違って、この頭からこうスッと包丁通していく人と、尻尾からこう包丁通していく人がいるんですよ。なんでどっちでもやりやすい方に、僕はね尻尾からの方がやりやすいんで、こっちからおろすんですけど、こんな感じでこう骨の上を這わせるようにこう身を剥がしていってあげると、比較的綺麗におろせやすいですかね。で、おろせたら反対側も同じようにおろしていくって感じですね。なんで、1枚、2枚、で裏側で3枚、4枚の骨で5枚におろすから5枚おろしって言うんですよね。これね、カレイとかヒラメは、なんとなくこの黒い方が背中だと思っちゃうじゃないですか。で、この白い方が腹。だけど、実際はこの内臓が入ってる方が腹なんで、だからこっちが皮が黒いから、黒皮の背中。でこっちが黒皮のお腹で、こっちはだから白の背、白の腹なんてね、白皮の背中で、片側外れちゃえばもう片方は比較的おろしやすいんで、こっちのね白の方も同じようにおろしていけばおろせますんで。厚川ガレーはね、大体が北海道産が多いですかね。で逆にね、干しガレーなんかは結構西の方とか九州でも水揚げあるんですよね。なんか松川は比較的寒い海にいて、干しガレーは日本全国どこでも水揚げあるってイメージですかね。こんな感じでね、1枚、2枚、3枚、4枚、5枚におろせましたと。こっちがね、黒皮の方ね。で、こっちが白の方って感じですね。これね、今、身が4つ取れるじゃないですか。これが白の背中ね。で、これが白のお腹。で、こっちが、黒の背中。でこっちが黒のお腹っていう形なんですけど、これね、それぞれの特徴っていうか、それぞれの違いを言うと、正直縁側は背中よりお腹の方が大きいんですよ。縁側ってここの部分ですね。縁側は背中よりお腹の方がいっぱいついてるんですよね。でこの黒と白ってどう違うかっていうと、このね黒の方がね若干肉厚なんですよね。この身が厚い。なんで黒の方が身は多くついてます。ただ刺身にした時はこっちのね白の方が身が透き通ってて綺麗なんですよね。皮引くと分かりやすいんでちょっと皮引きますね。身は黒の方が肉厚なんですけど、こうやってね、皮引くと分かりやすくて、こっちは白ですね。
微妙に白の方がなんていうかな、色が綺麗なの分かりますかね。こっちが、白の方ですね。でこっちが黒の方。このね、若干なんですけど白の方がなんていうのかな、透明感があって、綺麗に見えやすいというか、なんでまあこの辺はね好みで、僕は黒の腹が好きとかね、なんかその辺ね、なんかいろいろ職人さんによってね好みが違って面白いんじゃないかなとは思いますね。これね、で刺身、皮引いたら刺身にしてもいいし、昆布締めにしてもいいしって感じですね。はい、じゃあ、今日はこの辺で終わります。